9時をお知らせします。This program is Whiskey Radio, Drama FM. 時刻は午後9時を回りました。金曜日の夜のウイスキーラジオ、ドラマ FM のお時間です。お相手はナビゲーターのシーカーでお送りします。この番組ではウイスキーニュースをはじめ、バーで見かけたら一度召し上がっていただきたいウイスキーをご紹介していきます。ぜひお酒を飲みながらどうぞ最後までお付き合いください。日本のクラフトウイスキーに特化した試飲展示会、ジャパニーズクラフトウイスキーフェスタ2026の開催が決定しました。主催は一般社団法人日本ウイスキー文化振興協会。日程は来年3月15日日曜日。会場は東京恵比寿の恵比寿303イベントホールです。このイベントは2025年10月に初めて開催され、多くの愛好家や業界関係者から高い評価を得ました。第2回となる今回はその声を反映し、1日2部制各500名限定の完全入れ替え制で実施されます。チケットは2025年11月14日から販売され、一般の参加者も歓迎されています。会場には日本各地のクラフトウイスキー蒸留所を中心にサプライヤー企業を含む最大40社が出展予定。ブースではシングルモルトをはじめとするウイスキーはもちろん、樽熟成前の無色透明なニューメイクや熟成3年未満のニューボーンといった通常市場には出回らないウイスキーの赤ちゃんも試飲できます。多くの試飲は無料ですが、一部有料アイテムも用意されています。さらにフェスタ限定のボトルやオリジナルグッズも販売されるなど、ウイスキーファンにとって特別な体験が盛りだくさん。チケットは現在公式サイトで販売中です。私も今年伺いまして大変勉強になりました。次回も参加したいと思います。それでは海外ニュースをお届けしたいと思います。今回はアイルランドから非常に注目度の高い限定ボトルが登場しました。アイリッシュディスティラーズと老舗のワインスピリッツ商であるミッチェル&サンが新たにイエロースポット18年シングルカスクを発売しました。このボトルは手作業で慎重に選ばれた1本で、マラガワインダルでフィニッシュされた非常に希少なシングルカスク。生産本数はわずか600本のみ。しかも販売はミッチェル&サン1000倍という超限定アイテムです。このスポットシリーズは1887年に始まったミッチェル家のウイスキーボンディングの歴史がルーツです。当時は空になったワインダルや酒精強化ワインダルをボーストリートのジェムソン蒸留所へ送り、そこに新しいシングルポットスチル原酒を詰めてもらいました。そしてその樽には熟成年数を判断するために色付きのペンキでスポット、つまり点を塗っていたことからこのシリーズ名が生まれました。ブルースポット、グリーンスポット、イエロースポット、レッドスポット、それぞれ7年、10年、12年、15年の熟成を表すことからウイスキーファンにはおなじみのラインナップですね。今回のシングルカスクはまず2006年に3回蒸留された原酒を使用しています。その後バーボンダルとオロロソシェリーダルで熟成され、さらにファーストフィルのマラガワインダルで香熟。マラガワインとはスペイン産の甘口ワインで、この樽によって深みとリッチさ、そして甘く芳醇なアロマが加わるのが特徴です。その結果、味わいはフルボディで深いコクと素晴らしいバランスを実現。ダークベリー、森のスパイス、クリーミーなバニラが調和し、非常に贅沢で奥行きのあるウイスキーに仕上がっています。もちろんシングルカスクなので選ばれた樽は一つだけ。ミドルトン蒸留所のチームがイエロースポットらしい多層的な複雑さと洗練を表現できる樽を厳選しました。公式テイスティングノートによりますと、香りはダークベリー、レーズン、森の蜂蜜、ウッドランドスパイス、さらにはバニラ、キャラメル、ローストナッツの香りが豊かに広がります。
味わいは繊細なタンニンにダークチョコレート、焙煎したコーヒー豆、ドライイチジクやレーズンから柑橘ピールの爽やかさへと移り変わり、ポットスチルのスパイスとオークが一貫して存在感を持ちます。フィニッシュは森の果実と柑橘が静かに消えていき、最後はスパイスとワインダル由来のオークが優しく締めくくります。販売はミッチェル&サンの店舗と公式サイトのみ。600本限定のため入手はかなり困難が予想されます。動画の概要欄に公式サイトのリンクを貼っておきますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。ドラム FM では皆さんからのお便りを募集しています。いただいた内容は番組内でご紹介させていただきますので、おすすめのウイスキーや素敵なバーのご紹介などをコメント欄にお寄せください。感想や質問も大丈夫です。たくさんのお便りをお待ちしています。それでは今日のゲストなんですけども、この番組ではゲストと称しまして、私が購入したウイスキーを皆さんにご紹介したいと思います。本日はガイアフロー蒸留所からユナイテッド S ポーティアスモルトミルです。静岡蒸留所は2016年に中村太閤氏によって設立されたクラフトウイスキー蒸留所です。きっかけは2012年のスコットランドアイラ島旅行。小規模蒸留所キルホーマンの品質に感銘を受けた中村氏は、日本で同じようなクラフト蒸留所を作る決意を固めました。帰国後は秩父蒸留所をはじめ170以上の蒸留所を訪問し、ノウハウを蓄積。しかし業界での知名度が低かったため、まず輸入業者として活動を開始し、2013年には人気ボトラーブラックアダーの正規代理店となり信用を獲得しました。同時に蒸留所の建設も進み、2014年にはスコットランドのフォーサイス社へ蒸留機を注文。翌年、静岡市の山間部に用地が見つかり、市の支援と銀行融資を受けて建設がスタートしました。また、旧軽井沢蒸留所の機材も落札し、一部設備を再利用しています。2016年に免許を取得して製造を開始し、2020年には初のシングルモルト、プロローグ K を発売。以降、プロローグ W、コンタクト S、ブレンデッド M などをリリースし、国内外で注目されています。このボトルには背面にアート作品を展示し、棚に並べるだけでバックバーがギャラリーになるという新しい発想のウイスキーシリーズです。そして第1作目のラベルには、静岡出身で模型メーカー長谷川のボックスアートを数多く手掛けるイラストレーター加藤炭九郎氏の作品を採用。描かれているのは静岡蒸留所で現役稼働する希少なスコットランド製ポーティアスモルトミル。制作には約3年を要し、細部にまで緻密に表現されています。このモルトミルは世界的にも入手困難な名機で、日本で稼働しているのはわずか2機。その希少性にちなみ、今回のファーストリリース本数は生存年と同じ1989本に設定されています。中身のウイスキーは静岡蒸留所の象徴である直火蒸留 W と軽井沢由来の蒸気加熱 K から生まれるブレンドユナイテッド S 700ml ボトルでの特別仕様となっています。どんな味がするんでしょうか。ではストレートでいただいてみたいと思います。はい、注ぎ終わりました。色味は明るいゴールドですね。早速香りからいただいてみたいと思います。トップノートはリッチな蜂蜜。ミドルノートはバター香る焼き菓子。ラストノートはわずかにオレンジの香りがします。では味わってみたいと思います。口当たりはリッチでボディはミディアム。
とろりとしたミルキーなアタックにバニラやバタースコッチの甘み。生姜飴のような落ち着いたスパイス。フィニッシュはペッパーのキックにクローブやオレンジの皮の風味が広がり、リッチな麦の甘さから爽やかでビターな余韻が程よく続きます。久しぶりにユナイテッドエースをいただきましたが、やっぱり美味しいです。とにかくリッチで甘いながらもキレもよく飲みやすさが光ります。完成度は高く安定感がありますね。700ml ボトルが復活したのも嬉しい限りです。アルコール度数は 50.5% ありますので、ストレート、ロック、ソーダ、飲み方を選ばず楽しめそうです。もしバーで見かけることがありましたら、ぜひ召し上がってみてはいかがでしょうか。そろそろお時間となりました。次回のゲストは熊本県の山鹿蒸留所から初のシングルモルトウイスキーをご紹介したいと思います。このラジオが気に入っていただけましたら、コメント、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは良い週末を。お相手はシーカーでした。